いただきます。スーパー廃墟になってしまった祖母の家。 DIY 素人の兄弟で再生。廃墟復興を目指して。土壁はね、完璧に固まってくれたと。こうやってやってもあんまりボロボロ落ちてこない。塗りたてはこうなの。前回の綺麗に塗れてるよね。うん。ツルツルで表面これでカチカチ。やっぱしっかりほんと乗ってくれるもんなんだね。逆側をこの上だけはね、なんと足りて濡れたんだけど、下とかが濡れてないから一回水を吸わせてもう一回上から塗り直す。あ、これ水吸わせるんだよ。そうしないとくっつかない。乾燥しているから水をかなり吸わせないといけない。上だけはちょっと落とした。足りないのが。だいたい作ってもう2ヶ月くらいになるか。こんぐらい経つね、もう。あれこんなことやった覚えない。動物かなんかつつかれたかもしれない。ちょっと水分が飛んじゃってるから、うん。ちょっとだけ水を加えて、土壁の裏側前回ちょっと足りなかったから、うん。そこをちょっとこの残りで埋めていきましょ2ヶ月ぶりの補強ってやつか。う。そう、しっかり固まってくれてるけどね。うん。結構水分が飛んじゃってるね。本当だね。最近暑かったからね。うん。完全にカラカラになっちゃった。そこまでカラカラではない。でも飛んじゃった。混ぜづらい。混ぜづらそう。
これあれになってない？あ、本当だ。シュポシュポやってこうら。久々のこの感じ。いいね。上から塗っていきます。はい。お願いします。ああいう時代にしたね、最初から。久しぶりだから。嘘、最初見せた？なんかポトッと落としてください。見せてますね。はい。落ちてます。完全に下に落ちてますね、これ。もったいないな。俺が頑張ってできたのにな。もったいない、もったいない。韓国思い出して。絶対めちゃめちゃすぎてるじゃん。絶対そうだよ。前回はもっと裏側足りなかったからべちゃべちゃでやった。嘘だ。本当だよ。また嘘ばっかり。まあでも、前回より裏側が硬いっていうのがある。ああ、確かにね。これ濡らしたい。そこは本当あれだ、腕の見せ所だ。もう素人とは呼ばせない。やっぱ塗るの楽しい。なかなかよし、よかった。足りた。よし、これで土壁を完璧に塗れました。あとは固まるのを待つのみ。さくらんぼができ始めてきた。これはもう食べ頃だね。まだでしょ。あ、でもこれとか。あ、いいんじゃない？
あ、虫食われてた。ほんあ、これ、あ、これはいけるわ。ちょっと薄いけど虫と鳥との取り合いだよ。いただきます。スーパーまだだった。まだだった味はでもさくらんぼ。めっちゃ酸っぱい。今日もほんと早くそこはなくしたいね。分別してうん。これに詰めれるものは詰めて、まあとにかく、まあ、なんとなくプラとそうね。燃えるものと、まあ金属うん。と割れ物かそうだね。そこで。分けてやらないといけない。じゃあブラキはこっちに。はい。途中まで放ってある。ブラキ。そうだね、プラコーナーそこで。あれか。瓶コーナーで置いてる。謎の鳥。トゲピーみたいな。電球か。車のなんかお椀が大量に出てきたけど。暑っ今日。めちゃめちゃ暑い。朝なんか。いや暑いマジ。これなんか背中が焼かれてるような気がするんだけど。やばくないこれ。これすごいよね、なんか。本当になんか焼かれてる気がする。じんわりで。ねこの服があれ関係ないでしょ。だって夏ずっと着てるじゃん。そうだけどさ。でも本当にすごいよね、なんか。太陽がめっちゃ近いんじゃない。でも本当なんかすげえ本当。めちゃくちゃ暑いよね。暑い。なんかじりじりするというか。ね服着てんのに背中日焼け。なんかストーブにこうやってあ、確かに。みたいな。大丈夫これ。本当めちゃめちゃ。あ、でも雲に隠れてきたか。やばい。おしゃれなあれがあって。あ、でも雲に隠れてきたか。見てこのもうすごくない？なんかポッと。すげえ。裏はでも何も書いてないな。
サビサビの、しかもこれエンジン式のあれだから世にも珍しいエンジンタイプ。こんなに珍しくはないと思いますけど。ムカデの幼虫は最悪じゃん。幼虫からやっぱこんな細長いんだね。ようやく粉砕機分解完了。でも確実に減ってはいるよ。だって昔ここ一面埋まってたもんね。そうよ。そう思えや確実に減ってますあとそれから15往復くらい行けばでも水溜まっちゃうとあれだな。これ全ゴミ。全ゴミね。ここでまだ。でも減ってはない。そうだけどまあ運びやすくはなる。かなりまだ山だ。熱っ。下に鉄がこれも飛ばんでシート。
当にくせ者そうだ。まあでも本当まあかなりまあ分別はできたとは思うから、まあ、まだまだだけど、まあだんだんとうんだいぶ先が見えてきたというか、なくなる希望がそうだね。見えてきたね。このゴミがなくなったら、俺の部屋にあるゴミをさらっと取り、ドーンあれ増えてるとみんなで。不法投棄の犯人は全部いとこっていうことだね。バレちゃう。本当にいとこの部屋は本当にこのぐらいあるよね。ゴミそんなことはさせんや。本当にあるよね、このぐらい。あ、なるほど。あくまでも弟目線では俺の部屋にあるあれがこういう風に見えてると、違うんだね。俺がすればこの一個一個がもうお宝のようなもの、それがただ一箇所にこう集まってるだけです。あれがお宝。全部お宝です。